どうも、ベトナム在住のウキツです。今回ね、このカムのクランクケースカバー、クラッチカバーかな、これをね、磨いていきたいと思います。これ今回もね、機械磨きしていくんで、板に固定したいと思います。それじゃあね、私の動画でよく出てくるこいつで削っていきます。これはね、前にも言ったことあるけど、私は日本で見たことないんですけどね、どうもダイソーのナイロンディスクってやつがね、これに近いんだと思います。なんかメラミンスポンジをもっと硬くしたみたいなやつで、研磨剤も何もつけずにね、磨けていけるんで、ただ当てすぎるとね、スポンジなんだけども金属も削れるんですよ。まあまあいきます。マスクして、これ粉塵がねかなり飛ぶんですよ。さあ行ってみよう。細かいところが磨けんけどね、こんな感じでね磨けました。細かいところがね、これいろいろあるんで、さっきのじゃあねそれはできないんで、あとはこっちですね、これ使ってね磨いていきます。これはね速度可変できるんで、もうちょい細かくやっていけるんじゃないかな。本当はサンダーもね、可変器なんか外付けのやつつけてね、速度変化させればもうちょい楽なんだけども、まあまあいいでしょう。引き続きやっていこう。いや、案外取れんね。どうしようかな。手磨きかな。結局ね、なんかあまりちゃんと取れないんだけども、前回も言ったようにね、今旧正月目前なんですよ。機械で磨くのはね、ちょっとこれで終わりにして、今から大掃除もやってね、これはあと部屋に持ってって旧正月の間地道にねサンドペーパーで磨いていきたいと思います。もうちょっと落としたいところだけども、まああとはいいやろ。どうせ1週間ね何もできないんで。これね2階に持ってきました。よく見るとね、案外塗装が残ってて、本当はもう一回ね剥離剤使いたいところなんですが、玄関はね、さっきまで作業してた玄関は大掃除終わったんでね、ここで地道にやっていきます。なんでこれですね、こいつねあんまり品質が良くないんだけど、これでね削っていきたいと思います。すぐ毛が抜けるんだよな。毛が抜けるからね、ちゃんと保護メガネしてます。いや、ダメだ。一応取れてはいくんだけど、これ毛がすごい抜けるんですよ。ピンピン痛くって。ちょっとスチールウールで磨くか。ちょっとね、このスチールウール、スチールたわしとクレンザーでね磨いてみます。これじゃあ無理かな。まあまあ時間はあるんでね。ちょっと一回ね動画止めて地道に磨いておきます。これね休みだけども1時間ほど頑張って、まあまあ随分取れたんですよ。ちょっと残ってるのはね、もうこいつで削いでしまいます。どうせペーパーかけるからね、ちょっと傷ついてもいいでしょう。
これは正直もう一回なんだっけ、剥離剤使うべきでしたね。まあまあ旧正月なんでね。これでね頑張って落としました。まあまだねちょっとあるんだけども、あとは耐水ペーパーで磨いて取れるんじゃないのかな。こんな感じでねまだ塗料がね随分ありました。耐水ペーパーでいいやろ。まあまあ旧正月時間あるんでね、今日はこれで終わって明日磨くんですけど、動画はね引き続きこの中でね撮っていこうと思います。一日休むつもりがねちょっと休んだら元気になったんで、400番のサンドペーパーから磨いていきましょうかね。400ですね。これでちょっと細かいんで小さく切ってみました。こういうとこからかな。400番で磨いてね、こんな感じですね。あとは明日磨こうかな。明日も400番からいくか。まあまあどうしてもね深い傷とか消せなさそうなのはあるんだけども、それでも綺麗にできるんじゃないのかな。明日また頑張ろう。一日ね休みましたよ。今日も引き続き頑張りましょう。今日もねまだ400番、もう600番にね行っちゃいたい気もするんだけど、下地はね綺麗にしないとね。これね400番私的にはかなり頑張って磨きました。どうしてもね細かいところにちょっと特にこんな裏側とかね塗料残ってるんですけども、まあそれはいいでしょう。上からねパッと見てこの角度でね綺麗だったらいいのかなと思ってます。とりあえず次はねこれですね、600番こいつでね磨いていきたいと思います。もう400じゃないや、600はこんなもんでいいんじゃないのかな。どうしてもね下地をおろそかにしてるんで傷はね残ってるけど、今回ねかなり頑張ってるんですよ。一回ね水洗いしてきます。これ600番ねかなり頑張ってやりましたどうしてもね細かいところはダメだけども十分じゃないのかな。下側はねどうしても手抜きですが、まあこの角度が綺麗に見えたらいいのかな。ここら辺はちょっとね傷あるけど十分でしょう。次はね1000番やっていきます。そうそう、本当は800なんだけどもね、800が売り切れてたんですよ。いけるでしょう。
これサンドペーパーね、1000番で磨き終わりました。なかなかね輝いてきたと思います。そんでサンドペーパー最後はね1500番、これで磨いていきます。1500番のねサンドペーパーで磨き終わりました。ここまでね頑張ったのは初めてですよ。磨き系の YouTuber さんの足元にも及ばないけど、私の中ではね一番頑張りました。それで次にこのメタルポリッシュなんですけど、これはね機械磨きができると思うんでやっていきます。飛び散るかな。まあまあやってみます。ちょっと遅めで。外れちゃった。これね、締めたつもりがこのリューターのサイズじゃなかった。ゆるゆるだ。手磨きはなしたくないんだよな。ドリルで一回やるか。ちょっと持ちにくいんだけどもね、ドリルで頑張ります。回転を遅くして、飛び散るな。地道に手でやるか。ちょっとこれ飛び散って大変なんでね、ここまで手で頑張ったんで最後まで手で頑張ります。ちょっと一旦ここだけ磨いてみよう。下地頑張ったからやっぱり輝きはいいのかな。とりあえずね地道に手で頑張ります。なんか綺麗になりそうですね。うん、いいんじゃないかな。まあ頑張ろう。今回ねなかなか輝く状態にできましたね。やっぱり下地処理大切ですね。まだねこの表面しかやってなくって、こっち側ね側面というのかなやってないんで、引き続きね磨いていきたいと思います。ね、こんな感じで光るんですよ。もうこんな感じでいいのかな。下側はねちょっと甘いんだけども、この角度ですね、これで見える部分をね綺麗に頑張って磨きました。もうこんなもんでいいでしょう。これね磨き上げました。ロレックスの時計触るみたいに手袋新しいのを持ってきましたよ。なかなかね綺麗にできましたね。どうしてもね筋はあるし曇ってるところもあるけど、いやー私が今までね磨いた中では一番の出来ですね。顔が映りますよ。そうそう、これはね
人形を使わなきゃいけないんだよね。他の YouTuber さんみたいにね、ちょっと人形の顔を映してみようかな。娘のね、キーホルダーをちょっと奪ってきました。これで、こうやって見ていくわけだ。映ってんじゃない？ちょっとアップにしようかな。ね、こんな感じで綺麗に映ります。ちなみにね、ここに傷があったんで、そこのところはね、くぼんじゃって動画でも映るのかな。歪んでるんですよね。まあまあ、それでもね、綺麗にできました。私がね、今までやった中では一番綺麗なんじゃないのかな。これ実はね、今回の動画の一番最初、機械で磨いて失敗したところ、あれからね、もう4日経ってるんですよ。最初機械でね、うまく磨けなくって、サンドペーパー、400、600、1000、1500と、それぞれね、1、2時間多分磨いてたと思います。まあ、休み休み磨いてたんでね、ちょっと磨いては、大掃除ね、手伝いしたりとかいろいろやって、今日やっと出来上がりました。まあまあね、何回も言ってるかな。磨き系の YouTuber さんたちにはね、全然及ばないんだけども。でもね、これだけ綺麗になったらね、十分だと思います。逆に他のところが綺麗じゃないんでね、これだけ浮きそうですけど。まあまあ、それもいいんじゃないのかな。とりあえずね、今日はここまでです。それではまた。